タイトル、水面の向こうに。朗読、黒川瞳。夕暮れ時のプールはどこか物悲しい顔をしていた。広い窓から差し込む西日が静まり返った水面に映り、茜色に染まった空がゆらゆらと揺れている。まるで政子の心の揺らぎを映し出しているかのようだった。73歳になった今、プールサイドに立つ自分の姿はあまりにも小さく、そしてどこか場違いに思えた。タイルの隙間を這う湯気がほのかに立ち上がる。その暖かさが頬を撫でても、政子の心は凍てついたままだった。夫を亡くして半年、ぽっかりと空いた心の隙間は埋まるどころか、風が吹き抜けるようにうつろで、凍てつくように冷たかった。健康のため友人に勧められ始めた水泳教室だったが、そのにぎやかな声の中に政子は一人取り残されているような寂しさを感じていた。準備運動を始めますよう、コーチの朗らかな声が高い天井に響く。周りを見れば自分と同じくらいの年齢の人たちが楽しそうに体を動かしている。ゆっくりと腕を回し、膝を屈伸する動作がまるで時の流れを巻き戻すかのように、どこか青春の香りを漂わせていた。その中にふとある横顔を見つけた。記憶の奥底にしまい込んでいた初恋の相手、俊一。一瞬心臓が止まるかと思った。まさかこんな場所でこの年になって再会するなんて。信じられない思いで政子は息を飲んだ。あの頃と同じ少し丸みを帯びた肩、そして時折ふっと浮かぶ葉に噛んだような笑顔。横から差し込む夕日が彼の白髪混じりの髪を金色に染めている。政子は心臓が早金を打つのを感じた。手のひらが汗ばみ、膝がわななく、まるで17歳の少女に戻ったかのように。高校時代、彼と政子は同じクラスだった。お互い遠くから見つめ合うだけで言葉を交わすことはなかった。いつも彼の背中ばかり見ていた。窓際の席に座る彼の横顔をこっそりと眺める午後の授業。桜の花びらが舞い散る春の日、彼が振り返った瞬間に目があって慌てて視線をそらした記憶。卒業式の日、政子は勇気を出して彼に声をかけようと校門に向かった。でも彼の周りにはたくさんの友人がいて、結局何も言えずに終わってしまった。桜並木の下で彼の笑い声だけが風に流れていった。あの時もし一言でも話せていたら何か変わっていたのだろうか。そんな淡い後悔が半世紀以上が経った今よみがえる。政子さん、不意に後ろから声がした。その声に時の重みと優しさが込められている。振り返るとそこに俊一が立っていた。少し白髪が増え、目尻には優しいシワが刻まれているけれど、あの頃の面影は変わらない。やっぱり政子さんだ。まさかここで会えるなんて。彼の柔らかな笑顔に政子の胸は甘く、そして切ない痛みで満たされた。過去と現在が混じり合い、時間の流れが曖昧になるような感覚だった。プールの塩素の匂いさえもどこか甘く感じられる。次のレッスンから2人はお互いを意識するようになった。プールの中では不思議と素直になれた。肩まで水に浸かっていると、年を取った自分の身体も心も軽くなったような気がした。水の浮力がすべての重荷を洗い流してくれるかのようだった。青い水面が
2人だけの世界を作り出している。雅子さんはずっと水泳が好きだったんですか？俊一の声が水音に混じって優しく響く。いえ、夫が水が好きで、私、実は金槌なんです。でも、この水の中はなんだか心が落ち着きますね。雅子の声は水の中では不思議と震えない。じゃあ、これから僕がコーチになってあげますよ。雅子さんの泳ぎ、昔から見てみたかったな。彼の言葉に雅子の方がほんのりと赤く染まる。まるで高校生の頃のように、若かった頃のように、たわいもない話をして笑い合った。水面に映る光が二人の顔を優しく照らす。それはまるで止まってしまった時間を動かし始めたかのようだった。プールの青い水は二人の心を過去へと誘い、まるで青春の日々が戻ってきたかのような錯覚に陥った。水しぶきの音だけが世界のすべてだった。しかし、プールから上がると現実に引き戻される。冷たい床が足裏を刺し、濡れた髪が首筋にまとわりつく。そして言葉が途切れる沈黙。着替えるたびに二人の薬指に残る結婚指輪の痕跡がそれぞれのかけがえのない伴侶の存在を静かに主張する。互いの人生、失ったもの、今抱えている寂しさ、そして背負っている責任を無言のうちに感じ取っていた。ある日、レッスン後に「お茶でもどうですか？」と俊一が声をかけてくれた。近くの喫茶店に入り、温かい紅茶を注文した。窓の外を忙しそうに行き交う人々の群れが二人の静かな時間を際立たせた。カップを持つ手がわずかに震える。実は妻を2年前に亡くしたんです。俊一は静かにそう言った。彼の声はどこか遠くを聞くように響いた。窓に反射する夕日が彼の横顔に哀愁を帯びた陰影を落としている。雅子は何も言えずに彼の言葉を聞いていた。夫を失った悲しみは同じように経験したものでなければわからない。雅子の手がテーブルの上で震えた。すると俊一がそっと雅子の手に自分の手を重ねた。その温かさに今まで抑えていた感情があふれ出す。雅子の方に一筋の涙が伝った。二人の指が触れ合うたびに胸の奥がキューと締め付けられる。彼の手のひらのぬくもりが半年間凍えていた心にそっと火を灯した。言葉はなかった。でもその手は語っていた。お互いの人生を尊重し、決して踏み込んではいけない領域があることを、再び燃え上がった恋心に蓋をしなければならない現実があることを。帰り道、俊一は黙って雅子の隣を歩いてくれた。足音だけが静かな住宅街に響く。街灯の明かりが二人の影を長く伸ばしていく。家に着く頃には空はすっかり暗くなっていた。満月は雲の合間から顔を出し、細い光を道に落としていた。ありがとう。今日は雅子がそう言うと、俊一はただうなずいた。そしていつものように手を振って去っていった。彼の背中が街灯の光の中に消えていくのを見つめながら、雅子は再び一人になったことを強く感じた。翌週、雅子はプールに行かなかった。そのまた次の日も、その次の日も、俊一と過ごしたプールの時間は、儚くも美しい夢のような出来事だった。もう、それで十分だった。あれ以上は、きっといけない。
雅子はベランダに出た。夜空にはキラキラと星が輝いている。冷たい夜風が頬を撫でていく。俊一も同じ空を見上げているだろうか。水面の向こうに決して手が届かない場所にいる彼を思いながら、雅子は静かに涙を流した。実は俊一の妻は雅子の夫と同じ病気で亡くなっていた。俊一は最後の最後まで妻を看病し、その命を支え続けた。雅子もまた夫の闘病生活に寄り添い、最後を看取った。だからこそ二人はお互いの苦労を手に取るように理解し合えた。しかしそれが二人の間に見えない壁を作っていた。私はまだ夫との思い出を大切にしたい。雅子の心の中にはそうした言葉があった。そして俊一も同じだった。新しく誰かを愛することは亡くなった伴侶への裏切りになるのではないかという深い愛情と罪悪感。それは二人にしかわからないあまりにも重い鎖だった。そしてそれだけではなかった。雅子には嫁いだ娘がいた。あなたの笑顔をどうか大切に。それだけが書かれていた。雅子の目からポロポロと大粒の涙がこぼれ落ちた。はがきを胸に抱きしめると、彼の優しさが髪の向こうから伝わってくるようだった。もう二度と彼に会うことはないだろう。プールの塩素の匂いも水の冷たさも、そして俊一の優しい笑顔も、すべてが遠い過去になっていく。それでも雅子の心の中には、水面の向こうにいたあの優しい笑顔がいつまでも焼き付いて離れなかった。手のひらに残る彼のぬくもりだけが確かにそこにあったことの証だった。夜が更けて雅子は静かに立ち上がった。仏壇の前に座り、夫の遺影に向かって小さくつぶやいた。あなた、私、少しだけ恋をしてしまいました。夫の写真の中の優しい笑顔が、まるでそれでいいんだよ、と言っているようだった。そして雅子は静かに、その切ない思い出を胸に、また一歩自分の人生を歩み始めるのだった。水面の向こうにいる俊一への思いを大切にしながら、今度は本当の意味で一人の女性として生きていこうと決意を新たにした。愛は決して裏切りではない。心に宿った温かな感情は生きる力を与えてくれる贈り物なのだから。今回のお話はここまでです。この物語を聞いてどんなことを感じましたか？あなたの心に響いた場面や似た体験があれば、ぜひコメントで教えてください。一つ一つ大切に読ませていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。朗読黒川ひとみ。